はいどうも、神社先生です。今回は広島県廿日市市厳島神社にやってまいりました。さあでは今回も神社生徒は忍と一緒に巡っていきたいと思います。お願いします。厳島神社ついに行くことになりましたね。いやー、とうとうですね。今回がついに初めての参拝になります。楽しみでございます。世界文化遺産でもあり日本三景の一つ安芸の宮島、海中に浮かぶ日本三大鳥居の一つでも知られる厳島神社は古来より島そのものを神として大切にしてきた神社です。昔の宮島厳島は誰もが自由に立ち入れる場所ではありませんでした。そこで人々は島に渡る前にまず陸で祈りを捧げ心身を整える場所を設けました。それが厳島神社の外宮、つまり本宮に入る前に参拝するための神社としての役割を持つ地御前神社です。さあこちらのね、地御前社、はい、このね海沿いにあるんですが、昔はねここまで海が来てたらしいですね。今回はその古い習わしに倣いまず地御前神社に参拝してから宮島へと渡ります。地御前神社は古くから人々が島へ向かう前に祈りを捧げてきた神社です。まず陸に立ち海を前にして祈る地御前神社はその順序を今に伝えています。地御前神社でお祭りされているのは厳島神社と同じ海と深く関わる神様たちです。古くから海を行き交う人々の安全を見守る存在として信仰されてきました。地御前神社の創建については今からおよそ1430年前の推古天皇元年西暦593年とする伝承が残されています。こうしたことから地御前神社は早い時期に成立し、平安時代にはすでに厳島信仰を支える重要な神社として位置づけられていたと考えられています。人々はここで祈りを捧げ海を渡る許しと安全を願いました。地御前神社は神域への旅の最初の一歩を整える場所でした。さあではね、地御前神社お参りさせていただいたんで、厳島宮島の方へフェリーに乗って渡りたいと思います。はい、では行ってみましょう。はい、フェリー乗り場のとこまでやってきました。新しくて快適そうな駅がありますね。フェリーは JR 西日本宮島フェリーの宮島口から乗船します。およそ10分ほどで宮島の北西側にある宮島桟橋付近に到着します。なんかフェリーが2つ路線があるらしいんですよ。 JR のフェリーの方がルートがいいらしいのでそちらに乗ってみましょう。10分に1本あるから余裕ですね。さあこれが僕たちが乗るマルーラウナナに乗ります。宮島は瀬戸内海に浮かぶ広島湾の入り口に位置する島です。古くから人が暮らしてきた島で現在も1000人余りの人々が生活を続けています。海と山に囲まれたこの島は交通や信仰の要所として早くから重要な役割を担ってきました。そしてこの島そのものを舞台として営まれてきたのが厳島神社の信仰です。さあ到着。なんかいろいろあるんだな。歴史民族資料館とか水族館もあるんだね。こんなお知らせが出てますが大丈夫かな。ちょっと
まあちょっと行ってみてですね。ですね。今日のルートはこの現在地から歩いていって、まず神社お参りして、そしてこっちの端っこにあるこちらの大本神社、ここの最初の神様が祀られてるってのことなんで、ここにもぜひお参りしたいですね。アシカいるよ。あ、本当だ。めっちゃ喧嘩してる。うわ、すげえ。すげえ。アシカがバトってますね。鹿ソフトあるよ。ちょっと待って。ちょっと待って、鹿ソフトあるよ。本当だ。厳島神社の創建については、今からおよそ1430年前の推古天皇の時代とする伝承が残されています。この島を治めていた佐伯の蔵元に真意が下り、高間の原から導かれたとされる五ガラスに先導されながら、御祭神とともに島の裏々を巡りました。そして海水が満ち引きするこの場所を選び、社殿を営んだ。それが厳島神社の始まりだと伝えられています。以来、厳島神社は海上の守護神として古くから人々の熱い崇信を受けてきました。後に今からおよそ850年前の平安時代後期、秋の神となった平清盛がこの神社を深く信仰し、神殿作りの様式を取り入れた社殿へと大規模な修造を行いました。厳島神社は海と共に生きる人々の信仰によって現在の姿へと形作られてきた神社です。なんか鳥居もいよいよ近づいてきたね。海の上に立つ大鳥居は厳島神社を象徴する存在です。私たちが参拝した2023年9月は大鳥居が数ヶ月前に大規模な修繕を終えたばかりの時期でした。朱の色は鮮やかで、木肌もまだ新しく、長い時間を経て受け継がれてきたこの場所の重みと、これから先へと続いていく時間の気配が同時に感じられます。頭の上になんか乗ってる変わってんなと思ったら鳩か。これなんか何かすごい並んでる感じだね。これ何並んでんだろう。さっきほれやっぱフェリーのところにも張り紙があったけど、今はなんか入れないみたいだからすごい並んでるね。厳島神社では潮の満ち引きによって参拝の形が変わることがあります。満潮の時間帯には大鳥居は海に浮かび、本社への立ち入りが制限されることもあります。それは特別なことではなく、自然のリズムの中で参拝するというこの場所ならではのあり方です。この日もちょうど満潮の時間にあたり、私たちは本社へ入ることができませんでした。美しい本殿ですね。そして海に浮かぶ回廊。さっきまで満潮だったから床も一回水に浸かってるような、濡れてますね。確かになんか水没したような感じになってるな。真っ先にね、参拝したい気持ちを抑えて、ここは一旦通り過ぎて奥行ってみましょう。やっぱもともとはね、神仏が混交してたので、こちらの厳島神社もね、お寺の要素もすごい強い場所ですからね。
こっちが出口になってるのかな。なんかもともとはこっちがメインの入り口だったらしいんだけど、なんか今はね入れ替わってるらしいですね。なるほど。まあ、本当はこっちが入り口だったっぽいですね。奥もまだまだお店あるな。続いてるな。結構宮島にはロープウェイで登る未線の山頂をはじめ、いくつかの古いお寺や神社があります。今回は時間の都合もあり、全てを巡ることはできませんでしたが、その中の一つ大願寺には少しだけご挨拶をさせていただきました。さあ大本神社目指しましょう。なるほど。宮島の資料館なんかもあって、まあさらに奥まで行く感じですね。だいぶなんか裏の方まで来た感じがあるね。島の奥へと進むにつれ、人の気配が少しずつ遠のき、音も空気もどこか変わっていくのを感じます。そうしてたどり着いたのが大本神社です。ここはただ静かに立ち止まりたくなる場所でした。ここがとても大切な場所だと自然に伝わってくるように感じられました。なんかここはとてもなんか神聖なものを感じますよ。メインの本殿よりもこういうところの方が本来のパワーが残ってるみたいな、なんかそんな感覚がしますね。さあそしてやってきました。こちらが大本神社ですね。大本神社は古くからこの地の地主の神を祀ってきた社と伝えられています。創建の時代は定かではありませんが、厳島神社よりも古い由緒を持つと伝えられる説があり、あるいは本社の旧址であったのではないかとも語られています。島の奥深く山と森に抱かれるようにして佇むこの場所は、この島の信仰が始まった地点を静かに伝えているように感じられました。大本神社を後にし、本社の方へ戻ってみると、先ほどまで満ちていた潮が少しずつ引き始めていました。さあそれではメインの神社のところまで戻ってきました。ちょっとね行列もだいぶ減っていて、ちょうどお参りできそうですね。
然さっきと違う。さっきまで使ってたもんね。柱のところまでありましたから。おお、これはすごい。ここの床もほらこうやってなんか隙間が空いてるんですよね。潮が満ちてもこうなんか壊れないようにできてるみたいですね。鏡の池、あそこだけ水が湧いてるんだ。面白い。穴が開いてる。たまたま。厳島神社の本社は海の上に建てられたこの神社の信仰を象徴する場所です。ここに祀られているのは宗像三女神と総称される市来島姫の御事をはじめとする三姉妹の神々。海と深く結びついた神様として古くから海上の安全や航海の守護を願う人々の祈りを集めてきました。さあ、海がどんどん引いてってますね。ものすごいなんかちょっとした川みたいのができてる。気を引き締めて頑張ってきます。
絶対転げ落ちるよね、最初の2、3歩で。でこの出てきたすぐ脇からね海の方行けそうなんで、ちょっとこのまま行ってみましょうか。海の方までまた来ましたが、おおやっぱだいぶ引いてるだいぶ引いてる。いやでもちょっともうちょっとだな、鳥居の下まで行くにはもうちょっとだから、ちょっとあと10分後ぐらいまたもう一回来てみようよ。ちょっとなんか軽く食べてみますか。そうですね。ね、せっかくお店もいっぱいあるし、はい。ちょっと時間潰しましょう。なんかお猿さんが登場してる。いいよ。よいしょ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 。ぼちぼち海もいい感じになってんじゃないですかね。見てたら嬉しいんですよね。厳島神社の大鳥居は海の中に立つ極めて珍しい形式の鳥居です。高さはおよそ16メートル、国の重要文化財に指定されており、また日本三大木造鳥居の一つとしても知られています。地面に深く固定されているわけではなく、自らの重さと構造によって立ち続けているとされ、潮の満ち引きや波風を受け止めながらこの場所にあり続けてきました。海と共に生きる厳島神社の信仰そのものがこの鳥居の姿に重ねられているようにも感じられます。ちょうど潮が大きく引いたタイミングだったので、海の上に浮かんでいた大鳥居の足元まで歩いて近づくことができました。真下から見上げると、その大きさと静かな存在感に自然と言葉を失います。ここが長い時間海と共にあり続けてきた場所なのだと、ただ感じるだけでした。御朱印ちょっとチェックしてみましょうか。ちゃんとね、この御朱印帳もねこちらで入手しましたね。これ素敵ですね。いいですね。お良いですね。いいですね。力強い。素晴らしい。ありがとうございます。はい、それではね、厳島神社参拝させていただきました。はい。本当にね、僕たち初めて来たんですけど、素晴らしい場所でしたね。話。とても思い出に残るいいお参りになったので、ぜひ皆さんも参拝してみてください。山頂の奥には行けなかったの残念だったけど、まあきっとね、またこういつか参拝しに来た時のね楽しみとして取っておくぐらいがね、いいかもわかんないですね。そうですね。はい。